皆様、平和にお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。楠木でございます。アフリカで育ったもんですから、すっかりのんびりしちゃってですね、小学校の高学年で、日本に戻ってきて、学校行ったら月曜日だったんですね。でみんな校庭でなんかわらわらバラバラ遊んでて、で時間になったらですね、先生が出てきて朝礼なんですね。でキンコンになって小さく前へ習えとか言ったらですね、みんなわらわらってやってたのにピシッとこうレースができて、でその時にもう私はですね、これはもうダメだと、到底これついていけないという、とにかくのんびり育って根性がないもんで、諦めが極めて早いわけですね。それで何が好きかっていうと、もう寝っ転がって本読んでる時が一番幸せっていう、非常に非活動的なですね性格に育ちまして、で、じゃあ将来何やりたいかっつったらですね、第一希望は貴族。なんかのんびりね本読んで考えるのが好きなんですよね。ところが貴族にはなれないっていうことなんで、じゃあ貴族に近似した仕事は何かないかなっていうことでですね、学者になろうと、なんか本読んで考えてなんか書いたりして、さぞかし楽で楽しいだろうななんていうことでですね、何の学問的使命感もありませんでした。ただそういう生活がしたいと。27歳で大学に職を得まして、これもうしめしめって話ですよね。ちょっとのんびり研究でもすっかなということで、で当時ですね、私は技術開発とか、製品開発のマネージメントの分野で仕事を研究をしてたんですよ。で、社会科学なんで、基本的にその自然科学のアナロジーでできてましてね、何かこう仮説を立ててデータを取って検証して考察して論文にして学会で発表するっていう、そういうことなんだよってんで、じゃあやるかなということでですね、やっておりました。でそれなんでそういうテーマにしたのかっていうと、私教えてくださった先生、榊原先生がですねそういう分野だったのと、から当時私今でも尊敬する経営学者で藤本隆弘さんという方いらっしゃってですね、その方がそういう分野で研究してらっしゃるんですよ。でちょうど私が学生の時にプロダクトデベロップメントパフォーマンスっていう素晴らしい藤本さんの本が出まして、それに憧れてですね、なんかそういうのをやってみようかな。それなりにですね、論文書いたり学会発表してたんですけど、なんかねどうもこれグッとこないんですよね。で論文が1本、学術雑誌に出ましたっていうと、平気で半年休んだりするんですよ。でね、また次の研究やらなきゃとね、頑張んなきゃっつってるうちにですね、30過ぎてしばらく経ってですね、私は驚くべき発見をするわけです。それは何かというと、本当は自分は研究が好きではないんではないかっていう、なんかそういう分野で学術研究学会で発表する、あんまり好きじゃないんじゃないかなと。っていうのはですね、仕事はずるずる遅れちゃうんですけど、シュークリームがとにかく好きで、その頃100円で売ってるシュークリームっていうのがね出てきまして、結構いっぱい買えるわけですよね。それで6個ぐらいまとめて買って、1日2つぐらい食べていこうかなと思うとですね、もうバンバン上振れしていくわけなんですよ。もう6つ食べちゃったりして、なんか随分早く進行してるなっていう。それなんでかっていうと、シュークリームが大好きだからっていうことなんですけどね。それに比べてなんかね、研究はなんか後回しになってね、頑張んなきゃ。これどうも本当は好きじゃないんじゃないかなっていう。で大体なんか頑張んなきゃいけないとかね、
努力をしなきゃって思った時点でこれもう向いてねえんだなということに気づきましてですね、それ以来、もうちょっと自分の好きなことをやろうということで、今のその競争戦略っていう分野に移りまして、でしかもその学会で発表するんじゃなくて、直接商売している方にですね、自分の考えを届けるというスタイルに30半ばで変わったわけです。好きなことをしましょうっていうとですね、よく相田みつを系の話と誤解されるんですよね。そのままでいいんだよとかね、人間だものっていう、こういう柔らかい話に誤解されるんですけれども、私は、世の中はそんな甘いものじゃないというふうに思っております。これ結局ですね、仕事って何だろうっていう一番根本の問いに戻っちゃうんですけれども、私が経験的に掴んだ定義は趣味ではないものです。趣味というのは 100% 自分を向いてやる活動なんですね。自分が楽しければ全く問題ないです。仕事はですね、自分以外の誰かの役に立って初めて仕事なんですね。ですから趣味ではないものが仕事であると。私はですね、趣味でロックバンドを、もう30数年やっております。渋谷のテイクオフセブンっていうライブハウスにずっと出てるんですけど、ブルードックスっていうねバンドなんですけどね、ちょっと厄介なのは自分が気持ちよくなるためにやってるんですけど、趣味なんでちょっと厄介なのは聴いてる人がいっぱいいる方が気持ちいいんですよ。ライブに来てくれませんか、ね、いろんな方をお誘いして、無理やり連れてこようとするんですけど、誰も来ません。これ理由が明白なんですね。なぜか、価値がないからなんです。なぜ価値がないか、これ理由がクリアで、趣味だからなんですよ。自分のためにやってるからなんです。ここが仕事でやってるプロとの違いなんですね。自分以外の誰かのためになって仕事。ただですね、それはなんかスキルがあるっていう話じゃないと思うんですね。もちろんスキルは必要です。ところが、スキルがある人っていっぱいいるわけで、あれができるこれができる言ってるうちはですね、まだまだじゃないかなと。学者の世界ですと、とりあえずみんな頭いいんですよ。非常に頭いいです。でそれみんなできるんで、その先ですね、あいつじゃなきゃダメだっていう余人を持って考えたい状態に持ち込めて仕事だと思うんですが、もうそれはスキルを超えたセンスみたいなものを必要とするんじゃないかなと。そうするとですね、どうやったらそのレベルで余人を持って考えたいものを手に入れられるかと。これ頑張ってもダメだと思うんですね。そこで無努力主義という原則を私は打ち立ててるわけですけれども、そう言うとですね、なんか寝転がってていいんだよって話に聞こえがちなんですが、そういうことではありません。傍から見てるとものすごい努力してるな。ところが本人にとっては娯楽に等しい。なぜならばとにかく好きだからっていう。これがその努力の娯楽化っていう話でですね、なんか頑張るっていうよりもそういう人はなんか凝ってるっていう感じですね。頑張るよりも凝る。そうするとですね、自然と、傍から見てたら努力が継続します。やってるうちに上手くなって、それ続けてれば余人を持って考えたレベルまでそれについてはいくと思うんですよ。そうすると必要とされる、頼りにされる、人の役に立つ。人間は割と単純なんで、誰かに期待されるとですね、頼りにされるとますますそれが好きになるっていう、この好循環が私は仕事の最強の原理原則じゃないかなと。好き要素はものの上手なれっていうよく言う話なんですけどね。ですから私は本当に考えて書くのが好きでですね、
朝仕事始めるのまあまあ早くて7時ぐらいから書き始めるんですけど、乗っている時とかですね、もうパッと気づくと11時なんですよ。もうね4時間も経ったのかと、もう一瞬なんですよね。ところがですね、外を見ると真っ暗なんですよ。あれと思ったら夜の11時なんですね。まあこういうことが好きじゃない人からすると頑張ってんなと、私にとってはですね、娯楽に等しいことなわけです。ですから好きなことをしろっていう話なんですけど、そう言いますと、なんか具体的なね、職業仕事のカテゴリーにすぐ行く人がいて、これのあんまり意味がないと思うんですよ。好きなことを仕事にしなさいって言うとね、男の子はみんな野球選手で、女の子はみんな女子アナウンサーで、じゃあどうするんだって言うと YouTuber だとかね、それはまあなかなか思い通りにならないんで、大切なことはですね、その具体ではなくて、自分が本当に好きなことをもっと抽象的なレベルでコンセプトで捉えると、これが大切だと思うんです。私自分の好き嫌いをですね、若い頃振り返ってみて、本当のところ自分何が好きなのかなと、具体的にはですね、とにかくスポーツが嫌いなんですよ。これなんで嫌いなのかなっていうと、例えばルールがあるとかね、その往々にして競技になっているあるルールの下で決められた基準で勝ち負けが出てくるとかね、なんかそういうのが自分はあんまり好きじゃねえんだなと。音楽大好きなんですよ。ちょうどスポーツと対照的で、ルールないですよね。勝ち負けとかないですよね。でまあ気持ちよければそれがいいみたいな。だからストーンズとビートルズどっちが勝ちかとか、あんまりないわけですよね。ですから私はですね、一番最初になりたいと思った職業はシンガーなんです。7歳の時にエルビス・オン・ステージってエルビス・プレスリーの映画見ましてね、もうしびれにしびれて、母に将来はエルビスになると言ったら、それは職業ではないと言われたんですけど、だってそれは具体的なカテゴリーなんで、自分はその、学者を選んだのはですね、それが自分にとってはシンガーと同じ仕事なんですね。つまり非常に自由、利害関係も薄いで、特に私の場合大切なのはですね、一人でできる、もうねチームワークってのはダメなんですよ。これ一人じゃないとダメなんですね。もしチームであるならメンバー全部自分がいいと思います。しかもですね、常にお客さんからの直接の評価にさらされてたいっていう。会社に入りますと往々によって上司が評価をすると思うんですね。そうじゃなくて、自分で出てってお客さんが喜べばそれで全部 OK と。お客さんがブーって言うと全部否定されると。こういう仕事が何かいいなっていう。ですから私のですね、中小レベルでのキャリアコンセプトは芸者であります。芸者みたいな仕事がしたいっていう、さっきの桃屋さんじゃないんですけどね、自分の得意な芸をね出てってやると。部長の芸者も課長の芸者もないわけですよね。そこでお客さんが喜べば OK、しかもそんなにきつい利害もないっていうですね、こういう仕事がいいなと思って、それを今度は具体的な、レベルに下ろしてくるっていうコンセプトから降りてくることが大切で、私はシンガーがダメだったんで、貴族もダメだったんで、今の仕事をやりましたけど、これダメだったら個人タクシーの運転手になろうと思ってます。一見具体的なレベルでは全然違うカテゴリーですけど、私にとってはですね、学者とシンガーとタクシーは全く同じ仕事なんです。なぜならば私のツボにはまってるからなんですね。もし女性だったら間違いなく芸妓さんなりたかったですよね。それは現世ではできなかったんで、来世の課題にしたいと思いますけど。ですから時々ですね、私お前それでもね学問かとか言われるんですけど、いえいえ私がやってるのは学芸ですと。
本当だったら学芸大学行った方がいいんですけどね。つまりですね、申し上げたいことというのは、具体と抽象の往復運動なんです。まずは抽象度を上げてコンセプトを自分で獲得する。これが好きのツボなんですね。そこから具体に下ろしてきて、また自分のコンセプトがよりはっきりと定義されていく。これが私はですね、仕事の醍醐味であり、それは自分の好きのツボを探していく長い旅だと思うんですよね。ぜひですね、皆さんも本当のところ好きなのは何だろうと、コンセプトを考えてみていただきたいなというふうに思います。皆様の平和とお仕事の充実をお祈りいたします。どうもありがとうございました。